ボンジュール。前回の動画、史上最大のフェルメール展はお楽しみいただけましたでしょうか。この展覧会で最初に登場する絵、デルフトの眺望。このデルフトの町でフェルメールは生まれ生涯を過ごしました。今日はそのデルフトの町を訪ねたいと思います。こちらがデルフト駅といっても現在使われているのはこの近代的な建物の方です。デルフトはデンハーグとロッテルダムの間に位置しています。駅には市役所の機能も併設されているようなんですが、驚いたのは自転車置き場。なんと7000台収容できるんだそうです。さすがはオランダ、自転車の国ですね。この町にはデルフト工科大学という名門校があるということで、若い人たちの姿が多いように感じられました。まずはレンガ造りの建物の間の小道を進みますと、運河に突き当たりました。奥に教会がありますが、よく見てください。実はこの塔2メートルほど傾いているんだそうです。この教会、旧教会と言われていますが、ここにフェルメールは埋葬されました。さらに歩いていくとまた別の運河。今、月曜の朝10時くらいなんですが、運河沿いのこの建物の中にきっとカフェがあるんですね。ここを仕事場にしている常連さんでしょうか。こういう朝の風景もなかなかいい感じですね。旧市街の中心を目指して歩いてきました。この建物は昔ながらの市役所。そしてこの広場がマルクト広場と言います。マルクトというのはオランダ語で市場という意味。今でもここには市が立つんだそうです。これが市役所の正面ですね。オランダでは正式に結婚するには市役所で認められなければいけないそうですが、フェルメールもここで結婚をしています。そして広場を挟んで向かい側にあるのが新教会。先ほど2メートル傾いていると言ったのは旧教会。この新教会の方でフェルメールは1632年10月に洗礼を受けています。中に入ってみましょう。実はこの教会、オランダの中でも特別な意味のある教会です。というのも、オランダの歴代の王様はここに埋葬されているそうです。その最初の人物がウィレム・ファン・オラニエ。オラニエ公。オランダ建国の父と言われている人です。この中央にあるのがオラニエ公を顕彰した霊廟。とっても立派ですね。このオラニエ公、1584年に亡くなっているんですが、死因はなんと暗殺。やはり市街の中心部にあるプリンセンホフ博物館という建物、これがかつてオラニエ公が居城としていた場所なんですが、ここで彼は暗殺者の銃弾に倒れてしまったそうです。建物の中にはその当時の銃弾の跡というのが残っていました。なんとも生々しいですね。建国の父が葬られた新教会、それから
約半世紀後にフェルメールが生まれ、ここで洗礼を受けたというわけです。さて、今日はお天気が良いので教会の塔に登ってみることにしました。なんともすごい階段でしょ。最初は石なんですけど、途中から木の板になっていました。全部で376段あるそうです。やっと着いたかなと思ったらゴールではありませんでした。けれどもここで見事な時計のシステムが機能していました。これはなんと1620年、フェルメールが生まれるより12年前に作られて、今でも機能しているという時計です。当時の技術水準からすると画期的なものだったということですが、なるほど、17世紀がオランダの黄金時代と言われるのがよくわかりますね。さあ、続きを登ります。ここからは2倍速にしていきますので、目が回らないようにどうぞご注意。明るくなってきました。ゴール間近。はい、到着。どうですこの眺め。正面はもちろん先ほどの視聴者、そして右手奥、こちらが旧教会。マルクト広場が町の中心だということがよくわかりますね。そしてこの奥のあたりの近代的な建物が駅の周辺です。あそこからここまで歩いてきました。これは1700年頃のマルクト広場の様子。左の市庁舎、右の新教会が今とほとんど同じような感じなのがお分かりになるでしょうか。この頃のデルフトの人口は2万5,000人だったそうです。当時としてはなかなかの大きさじゃないでしょうか。ちなみに現在の人口は10万6,000人だそうです。カリオンが鳴り出しました。ちょっと耳を傾けてみましょう。塔を降りて街歩きを続けましょう。マルクト広場からもうすぐというところに見えているのが聖ルカ組合の跡です。この建物、今はフェルメールセンターになっているんですが、かつてここには聖ルカ組合といういわゆる職業ギルドがありました。画家としてフェルメールもこの組合に所属していて、組合長を務めたこともあるそうです。フェルメールセンターの中には現存する作品のレプリカが展示されています。制作された順に、しかも原寸大で並んでいるっていうのがとっても面白いところで、ああなるほどこういう順番だったんだとか、サイズの大小感がよく分かって興味深いです。アムステルダムの展覧会の動画をご覧くださった方にはすでにおなじみの絵もたくさんありますよね。さて、このフェルメールセンターと同じ通り、もう数軒先というくらいのところにフェルメールが生まれた場所があります。それがこちら。もう400年ぐらい前のことですから、建物は全く変わっていますけれども、このオープニングアーリーと書いてある場所だそうです。
ここカフェレストランらしいんですが、残念ながら私が訪ねた時には営業していませんでした。同じ建物のお隣のこの骨董屋さんがなかなか素敵でした。街にはなんだかとても穏やかな空気が流れていて、しかも洒落た感じのお店がところどころにあったりして、街歩きがとても楽しいです。新教会やフェルメールの聖火跡から歩いてすぐのところに、フェルメールが結婚後暮らし、絵画制作も行っていたという場所があります。建物は残っていませんが、この場所であの窓からの光を捉えていたんだなぁと想像します。フェルメールにはなんと15人の子供がいたと言われています。ただ、幼い時に3人亡くなっているようですが、それにしても10人以上の子供と一緒に暮らしながら、あの静筆な絵を描いていたんだなというのはちょっと驚きじゃないですか。マリア・セン・イエッセ教会という教会の脇の石畳の道を抜けてきて、どうやらこの辺には居酒屋さんがありそうな気配。ビール製造って書いてあるんじゃないかしら。今閉まっているみたいですが、空いている時間に出直してみました。ここで醸造をしていますね。もともとデルフトはといっても15、6世紀ですが、ビール醸造がとっても盛んだったんですって。200以上の醸造施設があったというふうにガイドさんがおっしゃっていました。水が衛生的でなかった時代、ビールが水代わりってことがあったんですよね。現在デルフトの地ビールはここともう一つのみ。こちらの醸造所ももう一つもその16世紀から続いているというわけではないそうですけれども、この地ビールなかなか美味しかったですよ。さて、一息ついたところで次の目的地へ。動物マーケットという名前の広場の周りには、フェルメールのお父さん、お姉さんが生まれた場所があるようです。角を曲がるとフェルメールゆかりの場所というのがデルフトの町ですね。さて、旧市街の外周にあたるところまで歩いてきました。ここまでどうでしょう、ゆっくり10分ぐらいの距離だったでしょうか。この風景をご覧になって、もしかしたらピンときた方もいらっしゃるかしら。地図で言うとこの地点まで来たわけなんですが、そうです。17世紀オランダの最も有名な風景画と言われるデルフトの眺望がここから描かれたという場所なんです。どうです？比べてみませんか？367年前と今、人のいでたち、建物の感じはだいぶ変わりましたが、先ほど登った新教会の塔がランドマークになってくれています。ここはスヒーダム門。当時のデルフトの船の玄関口と言えるでしょうか。世界に開かれた港だったわけですね。フェルメールがあの絵を描いた1666年頃とは趣がかなり違っているとは思いますが、どうでしょう。空の色、光の具合、やはり共通するものがあるように思いませんか？デルフトの街歩きの続きはまた次回お送りしたいと思います。
最後までご覧くださいましてありがとうございました。